伝説の第1回目になるんじゃないかなっていう風になったんじゃないかなと。いやー、すごかったですね、ちょっと。なんか、本当にあっという間すぎて、少し信じられなかったですね。一回流してみていきたいと思います。皆さんの雰囲気見てると、健三さんもうわーって出てきたりとか、そうたくんもドゥーンってなったりとか、すごく、オラオラしてるというか、アグレッシブが結構目立つなというふうに思ったんですよね。で、この辺りで中塚さん、すごい身体能力ですよね。もうこのセットを存分に使っていくっていうところで、なんかこう、地面に足をつけるとかではなく、もうこのバーの上で踊り切るっていうところが、まさに一つ中塚さんのポイントになってるかなと。ダンスのポイント。この直人さんのジャケットやって、これ、これ。この胸のシンプルなこの持ち上げ感。ここにもうマッチョイズムを感じますよね。めちゃめちゃかっこいい。直人さんのぜひ肩見ていただきたいんですけども、ドンつくドンつくトゥットゥットゥッつくトーンっていうところの一回ってやった後にちょっと小さいの入れてからの思いっきりパコーンっていう風に当てにいくっていうこのシェイクの強弱のつけ方でめちゃめちゃ緩急とそのこの波形の幅みたいなのをこうしてからこうしてからこうしてからこうみたいな感じになってるんですよ。それがめちゃくちゃかっこいいっていうところで、この辺りがやっぱりスキルになるんですけども、ぜひそこをちょっと見ていただけるといいなと。健三さんといえば、ロックダンスの世界チャンピオンっていうイメージが皆さん強いと思うんですけれども、実はロックダンスをやる前にそもそもは b ボーイからスタートしてるんですね、ダンスの歴が。で b ボーイも実はすごくうまくってパワームーブ、いわゆるそのウィンドミルやったりとか今回みたいにこのヘッドスピンで回ったりとかそのアクロバティックな大技をめちゃめちゃかます人だったんですよ、そもそも健三さんは。意外と世の中にそんなに出てないのが今回の実は、健三先生はブレイクダンスができるっていうファンの方とかは多分知ってるとは思うんですけども、世間一般的には実はあんまり出てない情報なんですよね。っていうところで健三さんがブレイクダンスをするっていうのはかなり本腰です。気合が入っている。そのぐらいここでもう見せますっていう一つの思い切りを感じるんですよね。ヘッドスピン、いわゆるこういうパワームーブですね。大きい技をやる健三さんを見るっていうのは、ちょっとめちゃめちゃレアですっていうのはちょっとお伝えしておきたいです。そのぐらい、表に出てない映像、本当に超超貴重な映像ですね。今回健三さんがヘッドスピンやってくださったのは。すごすぎる。からの一人ずつのソロということで中塚さんのこの爆中ですかね。からのレン君のソロ。このね、髪の毛がまたハイトーンだからこそ髪の揺れと足元のステップ感がすごくよく見えてて、スタイリングでのレン君のそのダンスへのアプローチの仕方っていうところも非常に注目ポイントかなというふうに思います。で、からのそうたくんね。結構レン君がこうダイナミックにドラマチックなダンスを見せてくれたっていうところに対して今度そうたくんは目深に帽子をかぶってこの手のところで踊り始めるっていうちゃんと皆さんのそのそれぞれのダンスのスタイル特徴がしっかりと前に出てきている見せ方にもなってるなっていうふうに思いましたね、この辺りも。でそうたくんの場合はこういう揺れから入るじゃないですか。だからちょっとギミック感があるというかアニメーションというか人間っぽくない雰囲気ですよね。無機質な感じで目元も隠れてるのでだからなんかこうフィギュアじゃないですけどもそうたくんという形としてこういう風に揺れてるっていうまるで人じゃないかのようなっていうところで少しずつ顔が上がってきてドゥ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 っていう風に揺れていくところでのバイブレーションですね。このメンツの中で言ってもやっぱり際立つっていうところが素敵なポイントですね。でからのこのドドドドドドっていう風にやってスッて明け渡したところにラウル君がランウェイしてくるっていうところのこれすごいですね本当に。ラストのユニゾン止まったのよ。そう待って止まったよねっていう結構大事なところがね意外と大事なところね見れなかったのよ。そう
タタ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 タ、これでずっとラストスパートを踊り切るっていうところになっていて、でそこに一瞬のパーンっていうストップが入ったところですね。ここの皆様のストップのそのクオリティをぜひ堪能していただきたいなというふうに思います。なんかね、いや今見てて思った。この振り全部カウントが円カウントですね。1円、2円、3円っていう刻みの方で来ているので、多分本当に見せたかった情報すっごい詰まってたと思います。いやでもまあひとまず今回のこの企画ですね。FNS ダンス企画。SNS 見ててももうトレンドにバチバチに入っていましたし、今回のまあこの尺ではありますけど、今後こういう企画が定番化していくんじゃないかなっていうところが一つまあなんでしょうね、予測として立つかなというふうに思うので、こういう企画が今度定番化してくるとラインナップが豊富になってきたりとか、あとはその取れる尺が増えてきたりとか、参加するアーティストの方が増えたり、見せ方ももっともっと変わってきたりで、今男性の方たちでやってますけど女性の方たちでもできるようになるよねとかっていう風になるんじゃないかなという風に思うので、今回見ただけでもこれだけすごい人たちがいるんだぞっていう、でまだまだいらっしゃるじゃないですか、このエンターテインメント業界には素晴らしい方たちが。でその方たちにも続々とスポットが当たっていくっていう中での一つまあ皮切りとしてのろしが上がったみたいな感じで見ると、すごくなんかかっこいいというか伝説の第1回目になるんじゃないかなっていう風になったんじゃないかなという風に思いますね。